动作上，动作上。 对。
走！
せーの、1、3、2、3、3、2、3、4、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、1、2、3、5、6、7、8、9、ラスト。今日のメニューは？全然考えてなかったっすね。あ、そうなんだ。本当は僕の班じゃなくて、うん。今日ケンちゃんの班じゃなかったの？はなんで変わったの？い。出稽古行く関係で。豆腐めっちゃあるじゃん。あるっすね。麻婆豆腐。ひき肉がない。半分ぐらいいいですか？ちょっとあれ、器1個取ってくんない？器1個取ってくんない？ちょっと待ってください。これだけ。そんないらない。あ、そんないらないです。ちょっと減らして。はい。ケンちゃんメニュー決まった？はい。何ですか？鶏肉ので炒め物と、筑前煮と、納豆オムレツです。はい。筑前煮いいね。しゅんだ、人参剥いて。はい。人参、あ、そっちですか？ごぼうもっすか？あとレンコンもあるから。レンコン、はい。米炊いたのもう？はい？米炊いたの？まだっすよ。次米だけですか？いや、いい。ケンちゃん、今日の稽古はさ、はい。あれどういう稽古なの？なんか取り組みした後にはい。押してたじゃん。はい。あんまみたいな。あんま？あんまって言うんですよ。あれあんまなんだ。はい。あんまってどういう稽古？なんかさっきやってた、なんて言えばいいんですかね、ぶつかりみたいな感じですかね。ぶつかり？はい。ぶつかり稽古みたいな。番付上の人が下の人に胸を出すみたいな。そうですね。押す力がちょっと弱くなったりしたら、押し返して、こかしたりして。あんま。やっぱ胸出してる方もあれ結構きつい。めっちゃきついっす。そうなんだ。は今日4人ぐらい出してたよね。い。4人出しました。結構きつそうだったよね。めっちゃきつかったっす。お兄ちゃん重かった？重かったっす。なんか中学生の時も、あんな感じのことやって、帰省してきた時に、自分の中学校に練習しに来てくれて、あったっす。だから思い出したっすね、中学生の頃。久々に出してもらったの？いや、まあぶつかり自体はこの間出してもらったんですけど、あんまはそうですね、久々だったっすね。まあやるの自体がもう久々だったってのもあるんですけど、重いっすね、やっぱ。結構相撲強くなってるよ。ケンちゃん。はい。入門の時からは比べてい。強いっすよ。変わってってる。はい。
どの辺が？立ち合いとかじゃないですかね。立ち合い？は立ち合いがい。強くなったっす。強い。立ち合いが強いってどういうこと？難しいですね、それは。速くなった？重さがあるんじゃないですかね。重い。ああ、立ち合いのパワーがついたってこと？はああ。立ち合いのパワーがつくには何？脚力ってことなの？い。瞬発力とかも大事なんじゃないですか。瞬発力、脚力？はい。脚力？いや、足の力、脚力。ああ、そうじゃないですかね。それがついてきた。はい。やって。ありがとうございます。胸出してるとかすると、ああ強くなったなって、ああ、思う。はい、重くなったりするんで。シューターは自覚あるの？いやー、自分では全然ないですけど、まあでも全然勝てなかった人とかに、たまに勝てるようになると、ちょっとは自分でもいい相撲とか、立ち合いも強くなってるのかなとは思ったりもしますね。内容によるですね、やっぱ相撲の、いい相撲取れれば、ちょっといいな、良くなったなとは思うんですけど、まだまだですね。上の人とさ、はい差を感じる時とかってさ、はい。どの部分で全然まだ今勝てないなっていうか、ここ強いなとか。いやもうやっぱ立ち合いもそうですし、なんかもう全然違うんですね。圧力もだいぶ変わるんで。圧力っていうのは当たった時の圧力っす。ぐーっと押される力とかはもう全然違うですね。やっぱ上の人とやると感じるっす。力ってこと？力の差があるですね。他には？他はまあスピードもそうですね。あとあれも変わると思うんですね。体力とかも違うと思体力。うんです。はい。何番も相撲取って、もうまだいい相撲を続けられるっていうのは、その体力が多いかなと思うんですけど、中学校の時とかは、その汗かいたら何番でもその汗拭きに行ったりできるんですけど、プロ入ってくるとやっぱりできないじゃないですか。その番付上の人とかとやらせてもらってる時とかは特にできないんで。なるほど。はい。言っちゃいけないんだね、自分から。そうですね。上の人とやらせていただいてる時はなんか行きづらいっていうか、まあ行けないじゃないですか。相手が行く時に一緒に行くみたいな感じ。そうそう、相手にやってる時に一緒に行かせていただいてって感じで。たまになんかゴミとか拾ってるのあれテーピング？テーピングだったり頭の紐っすね。元井が紐も取れるんだね。取れちゃうんで、それたまに取ったり、あとは竹ぼうきのゴミとかが落ちてると拾います。一貫中断するときさ、なんかポーズあるじゃん。なんかこういうこういうやつっすよね。なんかこうしない？なんかそうですよ。こうしない？稽古の時ですか？そう一回こう申し上げを中断して汗拭きに行くときって。まあそうですね。人によるっすね、それは。そういうなんかポーズ決まってるわけじゃないの？違うっす。尊虚の姿勢を取ればいいってこと？尊虚して手ついて待ったして、すいませんおっちゃんですって言って、ごぼうラスト1？ごぼうラスト 1？ けど出してくれたやつ多いですよね、ごぼうは。買ってきたやつのいいですか？ここら辺もいいですか？レンコンどうやって食べるのが好き？レンコン自分は天ぷらとか、あと普通になんていうんですか、なんかきんぴらごぼうとかに入ってるレンコンも好きですね。からしレンコンは？からしレンコン食べたことないかもしれないです。美味しいですか？美味しいです。機会あったら食べてみます。からしれんこんって何ですか？からしレンコンっ
レンコンのその穴にからし詰めて食べる。うまそう。わかんないです。からしレンコン知らない？わかんないです。あんま聞かないですよ。この穴にからし詰めるんですか？うん。めっちゃ辛そうじゃないですか。どこだったか、熊本の料理だったかな。これだこれだ。熊本の郷土料理で、レンコンの穴にからし味噌を詰めて揚げたもの。うまそう。わかんないです。ケンさん後で作ってください。筑前煮って初めて作る。筑前煮は何回かあるんですけど、多分作り方違うっすよね。何と？本場の筑前煮と。オリジナルの作り方だね。なんか筑前煮って水分が少ないイメージっすよね。ちょっと僕たちが作る筑前煮って水分多めっすよね。緑何いいフロイトでしたっけ？そうめんやっぱり棒の糸が。ケンちゃん、狼ヶ関から連絡来てないの？あ、巡業行ってからですか？そうそう、ロンドン行ってから。行ってない、あ、来てないです。来てないの？はあ、そうなんだ。いはロンドン工業どんな感じなんだろうね。い。どうなんですかね。でもなんかインスタで写真たまに見たんですけど、楽しそうじゃないですか。楽しそう？なんかご飯がなんか、なんか慣れなそうですね。外国は。最初は楽しいと思うけどね。違うもん食べて。あ1週間ぐらい行ったらちょっと日本の飯が恋しくなるかも。そうっすよね。1週間ぐらいがちょうどいいですかね。まあそうかもね。そうっすよね。あ、でもピザとかは食べてみたいかもしれないです。イギリスで？本場のピザ。イタリア？イタリアっす。あとソーセージとか。ソーセージ？はソーセージってどこなんだろう？ドイツ？い。とかじゃないですか。ビールとソーセージ。あ、ソーセージなんか結構外国ってイメージ強いです。パエリア。ニョッキみたいなやつ。ニョッキみたいな。ニョッキあるじゃないですか。あれちょっと食べたいですね。海外行くならどこ行きたい？韓国っす。旅行で？はい。なんで？キンパ食べたいです。キンパもだってさ、キムチとか辛いの好きじゃ苦手ですけど、キムチとか食べてみたいです。あとなんだっけ、本場のキムチってこと？チーズタッカルビとか。それが食べたいから韓国行きたいの。あとはなんかいい匂いなもの、いい匂いのものとか多そうです、韓国って。サムギョプサルとかいいっすね、食べたいっす。ちょっと海外行けるならどこ行きたいの？自分も韓国ですね。なんで？いや、まあ自分は K-POP 好きなんで。ああ、そっか。はい。韓国行って。チェボンだっけ？はい。チェボンだよ。そうですね、チェウォンですね。なんで知ってるんですか？前言ってたの。チェボンだ。動画で何回か行ってるっすね。はい。ルセラフィムのチェボンですはい。よく覚えてますね。最近でも TWICE 戻ってきてますね。トゥワイス？はでもケンちゃんと一緒だよ。インゲン入れたかったんですけど、インゲン売ってなかったです。チビとかやつ。びっくりするっすよ、美味しく。よし。
仙台来て。この匂いさ、あれの匂いが小学校から家に帰った時にひいばが煮物作ってる時の匂いする。わかるわ。めんつゆ。うまっ。そう。おいしい。完成じゃあ。完成です。筑前煮完成。うわあ。次の準備します。これ煮詰めてる間に。納豆卵焼きみたいなやつにするんで。しゅんたお箸ちょうだい。はい。菜箸でいいよ。菜箸、はい。今日は何章？今日4升ですね。 4章。はい。この前八宝菜の時すごかったね。米すぐなくなったね。そうですね。やっぱこだわって作った3品だったからじゃないですか。やっぱメニューが違うとみんな進むんだね。そうですね、やっぱ。答え出たんじゃない？何のっすか？みんなが太るための答え。めっちゃうまいものを作るっていう。友達さんだから3杯ってさ、すねごいっす。え。何個入れるの？まだですね。もうちょっとこれ全部とりあえず入れようかなと思ってる。全部入れようかなと思って。8個っすかね。8個。はい。8パック。韓国行って何やりたいの？韓国行って何やりたい？なんかでっかいツリーみたいなのあるんですよね。タワーかなんかあるんですよね。あ、タワー？はい。ソウルタワー。あ、それです。ソウルタワー行きたい。はい。なんか楽しそうっす。スカイツリーみたいな感じですか？うん、まあまあそんな感じ。日本で言うと、そうですよね。どっちの方が高いんですかね？いや、スカイツリーじゃない？あ、全然スカイツリーの方が高いツリー、そのタワーの高さで言うと。多分向こうはその山の上にあるから。あ、そうなんです行ったことあるんですか？あるよ。か？すごっ。さすがっす。さすがっすって。納豆とネギ。めんつゆ。調味料めんつゆだけ？かつおだしです。そうだし入れた？はい。そんなになってるの？そうですね。で、この状態見るの？どんどんあれじゃないですか。そのグツグツが病んできて、最後炊けるんじゃないですか。この食べていいですか？5皿？はい。 5皿？どうしようかな。すごいいい匂いだ。美味しそうです。死んだあれ、菜箸。うまそうだね。はい。どうしたの？いや、すりむいちゃったんで。ああ、足。はい。今日どこで稽古してたの？今日はここの指輪さんです。この皆さん。はい。
出稽古に行かれてたってこはいと？そうです部屋として。そうですはい、今日これ。そうですね今日ちょっとはい怪我しちゃいましたまあでもあるあるなんでちゃんと消毒はしておいた方がいいかな。出稽古だと今までやったことない人たちとやるんだもんね。相撲タイプも違ければ、そのやっぱなんか力の入り方が違う人もいたら、そうですねあとやっぱスピードが速い人もいたり、まあいい稽古にはなるかなと思ってます。なんでカメラ目線に？はいでそういう時はカメラですそうなんだ。はいああ、その辺もね。そうなんですよ避けちゃうんだね。この間がちょっとみんなそうなんでしょ？こっちとかもすごいんで割れてる人は割れてると思いますね。鶏肉とあれ玉ねぎ炒めていいですか？あとなんか使えそうなやつあるかな。なんかキャベツかなんかでもいいよキャベツでいいよ。出稽古行くとどういうことするの？でも部屋によるんですけどやっぱ、最初は四股まあ自分は今日こっちで四股踏んでって、あっち着いたらもう相撲取ってたんで、そのまま入ったんですけど、じゃああっちでは相撲取っただけ？相撲取ってからぶつかりして、あとその後四股踏んで、自分のじゃあそのまま上がってきました。なるべくその今まで取ったことない人と相撲を取る感じ。そうですねやっぱ違う部屋なんで、違う部屋の人たちと、胸借りるつもりで稽古してみたいな感じです。勉強になった。だいぶそうですねやっぱ相撲上手い人もいるんで、その人の技とか盗んでいったりできたらいいなって思ってます。最近はさ、よくその3段目上位に行って幕下行くか行くかって言ったらちょっと行けなかったりが多いじゃん。やっぱ上位の人とぶつかってさ、そういう時になんか感じる差ってなんかどういうことを感じる？やっぱり、その力が全然違ったり、力が違ったり、相撲のうまさとか、あと技が多いですね。あと土俵際の、その使い方のうまさ、最後土俵際までちゃんと気抜かないで、勝負してくれる人がいっぱいいるんで、結構動画とか見たりして研究はしてるんですけど、やっぱ、土俵際とかで何してくるか分かんないんで、相手の研究？研究とかしたり、動画見てても、その動画じゃない動画とかで、土俵際でなんか、例えば投げとか打っちゃりとか、してる動画があったら、そっちも見とけばよかったなみたいな感じのことは思う時あります。でも全部は見れないよね。見れる範囲でやっぱ見ようと思ってるんで、じゃあ結構見るんだね。じゃあでもその取り組みの日はあんまり見ないようにして、考えちゃうんで、自分で。で番付出たら大体この辺りは足りそうだなっていう人たちを結構研究して見て、研究っていうか普通に見るのも好きなんで、普通に見てたりもしますね。爪ひび入ったんです。ひびっていうかなんか割れた？ここ割れちゃって、ここちょっと内出血みたいになってます。やっぱ力士は深爪だね。もうだいぶ深くまで店長はどれぐらい？やっぱそうだよね。深かないように相手は。そうっすね、こことか痛いんで。パン初日でも山で死んだんです。どうしたの？肩痛めた？もう試合で？そうですね、相撲取ってる
肩バキっていったっす。ちょっと熱いかも。一緒に食べるんですよ。先に肉入れるじゃないですか。ニンニク使わなかったね。火通ってる？ニンニク。はい。どう？おいしい。薄いか濃いか。全然薄くもないし濃くもない。ああ、普通。何炒めなの？これでニンニク醤油炒めです。鶏のニンニク醤油炒め。はい。うまいやつだね。自分は好きっす。ニンニクと醤油なんて絶対うまいもんね。うわ、これはうまいよ。うまいっすよね。うん、これうまいっていうのは。こちらです。それ何かわかります？これですか？はい。わかりますよ。わかります。何ですかそれ？最初に一文字目だけ教えてくれた。それ分かってないですね。なんか、はい。あれですね、何だっけ、最初の一文字目だけ。筑前煮。はい。分かってないですね。はうまいですか？い。うまいっす。昨日、本買ったんですよ。はい。の中に、レンコンは食った方がいいって流れてて、ちょうどよかったです。何の本買ったんですか？なんか、食事の。おー。レンコンは食べましょうみたいな。栄養管理みたいなことですか？いや、栄養管理ってことはなんか本、雑誌みたいな、おもろいなと思って、じゃあ免疫力高めるためにはみたいな、ああ。レンコン食べましょうとか言うから、レンコン食おうかなと思ってたんですよ。懐かしいですこれ。学生の時作ってたんですよ。納豆入りの卵焼き？いや、納豆オムレツでしたね。納豆オムレツ？大顆粒が大得意っす。めっちゃうまいです。ああ、近代の時に。はこれケンちゃんが作ったやつ。い、美味しいです。なんかケチャップかマヨネーズつけたら美味しいって言ってましたね。それは美味しいです。大学の時4年間一緒だったんですよね。オカリオさんと。そしたら2年生の時同じ部屋です。うん。
で今でも全然あったりしてるんですか？はい、休みの日とか。休めるとか、まあ国慶がある日でもはい。夜ご飯行ったりとか。おーいいですね、そういう仲間がいて。だいぶいなかったら本当友達誰もいない。普通のやつでしょ。納豆。ほうほうほう。ソウルのハルク。そう来たか。そうきたか。ソウルのハルク入れるよ。九州場所はマヨネーズいっぱい買っとかないと。確か明太子。に。めっちゃつけるよ。まあまずはそのままいっとこうかった。なるほどね。なるほどね。これの匂いだったわ。なんか匂いしない。子供できてさ、納豆の食べさせるときこれで食べさせる。納豆嫌いだったらいや、気づかないうちに食べちゃう。気づくだろ。あるよ、それなんか嫌いなもんをさ。うわ、なんだろう、その間は朝早くからちゃんと強いけど。はい、一回回し、テービングを組んでいった、買い出し行ってくるわ。抜き出し。ちょうどかった、ちゃんと。あ、強かった。ちゃんと作る。こんな髪細かくねえ。金髪ないか。どうしてつけるの？こんなこっちみんな黒だね。本当だ。うまいっすね。最近ちゃんこの感じ変わりましたよね。はい。ちゃんこの感じ変わりましたよね。変わりましメニューた。楽しみですね。稽古終わりにご飯ってやっぱ楽しみです。おいしいメニューだったら。いや。大事だよ。今って5割だったね。こう疲れた時においしいもの食べたいと。師匠も言ってたし。い
自分下手くそすぎて、これ学生の時ジャンコ版やるじゃないですか、もうほとんど先輩外食行くっす。食べてくれない。こっちみたいな皿洗いがめっちゃ減るんですよ。嬉しいです。できることとできないことが極端なんですね。いや、そうっすか。この料理って12、なんていうんですか、こうコンパクトこんぐらいやったら味付けできるんですけど、多いじゃないですか量が。土鍋とか、無理っす。わかんない、そのボトルのままこう味付けだとかするんですけど、全くできない。量が多いとか、全部お願いしました、味付けしてっつって。できないでしょ。できない。めっちゃなんで教えないの？いや、俺は遠藤と今話した。裏の寿司屋さんの名前なんだったっすか？九州の指揮者のマンチみたいな、マンチだったっすか？マンチみたいな名前ですよね。平日シャワー浴びた？シャワー浴びた？2回ぐらい浴びた。
毛だわ。ガリガリしてる。そうだよ。悲しい。シャミは落ちてなかったっしょ。だから稽古中はずっと後ろにいたんです。下の方らの稽古見て。そうそう、膝の行くのがすごい。反対をする。今すぐ落ちた。腹パンパンで何学校通ってるの？普通に行きます。栃木肉餃子なんですよ。浜松は野菜なんですよ。で師匠が言ってました。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。お、梅ちゃん、ようこそ。お待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど、迷惑かけると思いますけど。頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたので、よろしくお願いします。